自分の弾いた音が国営放送のラジオで流れた。そっか、すごいね。人生初めて流れ星を見た。いっぱい食べたいのにチェックしてください。本当にこれ面白いんだよ。超面白い。マジで面白い。前回のブルブルマシンのロケからこのオープニングで報復絶倒の話をするという恒例企画というか、なんかちゃんと使ってくれてたね。ちゃんと使われてましたね。嘘だ、また騙されてると思う。よかったよ。やっぱあの企画の時に優勝した大光に今回誰がその話をするかの指名する権利を与えてもらってますんで、面白くなくてもね、良くないもんな。入りえぐいな。入社額えぐいぞ今。面白い話いっぱい持ってないっつって。じゃれやね。僕この収録をしてる日の前日が亀梨君 MC のね、アスリートとスポーツ対決をするジャニーズという番組があったんですけども、昨日生放送だったしね。そう、昨日生放送でやって、で結構いろんな人から応援メッセージをやっぱいただくわけですよ。ミンネからも来たし、そうそう。で中でやっぱ僕おばあちゃんと結構そのメールのやり取りをしてて、おばあちゃんがメールの練習をしてるのね、最近1年ぐらい前から。そうなんだ。だからもう開業もないし絵文字もないんだけど、頑張っておばあちゃんがいつも舞台の前とか、そうテレビがある時とかメールしてくれるんだけど、その生放送してから前におばあちゃんがまたこう頑張って時間かけてメールを打ってくれた文章に結構誤字が多いわけよ。やっぱりこの変換が下手くそだから。いや、わかるわかるわかる。そしたらその生放送見るよ、気をつけてね、怪我しちゃうかもしれないしねの死ねがタヒネだったっていう。それはおばあちゃんの愛情だと思って頑張ってました。結果うまくいったんでよかったですね。けど可愛いなって思いましたね。なるほど。ちょっとおばあちゃんらしいというかね。今回の本題の企画に入りたいと思うんですけども、なんと今回のこの放送で2021年のジュニアチャンネル最後の更新ということで、ありがたいですね。それにちなんで発表、今年の俺の重大ニュース。ということで今回はそれぞれ今年の記憶に残っている個人的なニュース、こちらをベスト10方式で発表していってもらいたいんですけども、皆さんねアンケート昨日届いてね、必死に書いていただいてと思いますが、超大変だった。大変だった。本当に大変だった。全然なかった。まずコンピーの2021年重大ニュースがこちらです。なんかでも意外とわからないの多いな。普通に気になることばっかある。これ俺のなんだ。俺セブンメン侍のかと思ってた。でもどっちでもいいんだよ。どっちでもいいんだよ。苦手なものを克服が気になった。確かに。確かに。何を克服してる？じゃあ聞いてみる？いや、俺って食べ物好き嫌い多いじゃないですか。確かにね。そう、キュウリだったりとか、イメージあります。生野菜が苦手。生野菜、そう、生野菜とか。で、海鮮でもちょっと苦手なものがあって。そう、俺ウニが苦手だったの。ちょっと癖あるよね。そうなんだ。でも分かれる。今年食べれるようになったんですよ。なんで？きっかけが？いや、きっかけはやっぱ年齢を重ねるごとに年齢だよな、良さが分かった。なんかちょっとそういうの嬉しいよね。俺これ食える年になったんだな。いや、嬉しいマジで。いいね。そう、大人の一歩だ。人生初の挑戦って確かに。それ聞いてみる。話さ聞いたことだけど、サマステでやっぱみんなそれぞれソロをやったじゃないですか。ケアっていう曲を今回やらせてもらったんだけど、やりましたね。で今回初めて照明とかにも、そうね、照明さんとお話ししてたね。かなり細かく照明を直してもらって、もう一曲はね、今野大輝プロデュースみたいな感じでした。こだわりましたっていう。でもそういうのなんか関われるようになるとなんかそれも嬉しいよね。なんかそうね、なんかいろんな照明の名前とか覚えられたらいいなっていう。わかるわ。いっぱいあるからね、動くな、ムービーズとか SS とか。ここらで聞いとく？ね、1位よね。奇跡の瞬間。予想1個あるな。嘘？じゃあ何？わかんない。コンピことだから、木村さんのライブ行けたこと。あれそれもね、今年じゃないよ。それ去年なの？おい、出しゃばるなよ。
これ夏前かな、6月6月ぐらいだった出来事なんですけど、人生初めて流れ星を見たんですよ。おお、見たことないわ。みんな見たことある？いや、ないわ。月がかなり綺麗だったの。だから月見てたんだけど、そしたらバーって流れて、それめっちゃ奇跡やん。それたまたま見てたの？そう、たまたま見てた。すげえ、いいね。なんかいいな、俺らも見たい。見に行きたいよね。なんかさ、そういう夜空を見るさ、ロケみたいなの行きたくない？平和だな。だからみんなさ、昼とかでドライブしてるけどさ、俺ら夜にドライブしてさ、山の奥の方まで。ぜひお願いしますよ、YouTube さん。よっしゃ2021年佐々木大光の重大ニュース、こちらです。こちらです。まず1位2位がガリさんなんだね。伸びてなくなったんだ。もう聞かなくていいやからよ、みんな知ってんねん。本当にそうだよね。あのガリさんの襟足がなくなったのは衝撃だったよね。ちょっと勝利君に渡したプレゼントっていうのが気になる。3位だから。いや、これね、いつもお世話になってるわけじゃん、太鼓が。まあそんなだよ、この話は。なんで3位なんで3位でやったのじゃあめちゃくちゃ上に入いや、ってる。俺にとっては結構ハプニングで、イヤホンのカバーを渡したんだけど、機種がちょっと違くて、全然ハマらなくて、すごい気まずい雰囲気が。だからもうガラクタになったわけです、一瞬ね。そう受け取ってはくれたの。そう、でもハマらないけど、はめてくれたっていう。無理だね。大変だよな。ジャニーズ仲間っていうので言ったら7位のその大東と焼肉っていうのもね。この間、大東と焼肉行って、なんかすごい食べるの遅かったの。大東くんが。スローペースなの？スローペースで、すみません、僕ちょっと食べるのが遅いんですよ、つって。で、結構食べた後にもう牛タンとか、カルビ、シャトーブリアンとかいっぱい食べた後に、いいの食べて、大悟くん、ちょっと暴露していいっすかって言われて。急に。なんだと思う？なんだここで。僕、お肉食えないんですよ。怖って思って。サイコパスやんと思って。本当だよ。言えばいいのに。そうなんだよ。本当に。でもあっちはやっぱ先輩と行くってあれで気遣ったらしくて。じゃあ私、矢花黎の2021年重大ニュース、こちらです。出ました。すごいね。ありがとうございます。次行こうか。みんな書いてる。なんで初が多いんだね。初が多いね、確かに。やっぱなんか思い返せば初が多かったね。じゃあ9位で初体験の痛み。9位、これはですね、今年初めてブリーチをしまして、髪のまあ頭皮が痛くて、そうなんだ。あれもうほんとびっくりだ。俺本当にしてもらってる最中にコンピ尊敬したもん。これをあんな、じゃでも人によるんだって。コンピ全く痛くないんですよ。人による。あ、痛くないんだ。俺も全く痛くない。てか美容室全員一緒だもんな。そうなんだよ。そうだ。全員一緒。あんまいないんじゃない？今年からじゃない？そうね。そうだから、グループ全員同じ美容室行ってる。担当全員一緒って言いました。行くとね、誰かしらいたりすんだよね。結構合うよね。重大ニュースそっちだよ。矢花が加入してみんな同じ美容室行ったっていう。ああ、そうじゃん。じゃあ最後1位いっちゃおうか。もう最後早速平成ジャンプの伊野尾くんと八乙女くんがやってたラジラーに出させていただいた時に、あったね。この平成ジャンプさんの曲をなんか弾いて録音して持ってきてくれって収録の当日に言われて、自分でこう録音して持ってったんですよ。でラジラってやっぱ国営ラジオじゃない、NHK さんの。で自分の弾いた音が国営放送のラジオで流れた。そっか、すごいね。すごいこと。確かにね。だからそれはちょっとなんか感動しましたね。すごい楽器やってきてよかったなって思いましたね。じゃあ2021年中村玲也の重大ニュース、こちらです。俺結構さ、あれなんだよね。自分のじゃなくてセブンメンのにしたかな。なんでレイヤさんがサスケにすごい気になっちゃってバチバチしてるだけで実はね、リンネの知らないところでメラメラしてきてる横の人。僕じゃなくて分かってる通りリンネなんですけども、事前アンケートみたいので誰か応援に来る人はいますかみたいなアンケートがあるらしいの。現場にね、こうメンバーのこと書いてくれたら俺らもしかしたら応援行けたかもしれないのに、俺らが来たら自分が抜かれる時間減るから来ませんに丸ついて俺それ知った時衝撃的だった。
うわ安いと思って。いやこれは俺1位ぐらい衝撃的だった。来年ね。来年。ごめんなさい。怖い。これは本当にごめんなさい。ぜひ次回は呼んでください。もちろんそれは呼びますよ。なのにだって初回の時に水飲むなよ。もう焦っちゃって爆露されたから。この巨大ハンバーグ会あるじゃないですか。7位。巨大ハンバーグ会見てもらったら分かると思うんですけども、この日、まあ朝早かったんですけども、この日の菅田凛ですごいテンションが高くて、収録前からずっと騒いでたんですよ。でなんか分かんないけどその辺のお菓子もバクバク食ってめちゃくちゃテンション高くて、巨大ハンバーグってことで多分ねテンションも上がってたんでしょうね。その巨大ハンバーグ作ってみたうわーのテンションがもういつもの 1.5 倍ぐらいあったんですけど、その3秒後ぐらいにこう吐きそうになっていっぱい食べた後に一気に動いたけど、開幕早々手つくから机にこうやってだから趣旨説明してない。遠い目でチェックしてください。本当にこれ面白いんだよ。超面白い。マジで面白い。重大ニュースこちらです。お弁当5つ。なんか食い物多くないなんか。お弁当5つってなんだこれ。言ってたね、お弁当5つ。阿部君とかとの収録一緒だった日。僕基本的にクイズ番組出ると緊張してご飯食べれないんですけど、阿部君とノエル君とタイムショック出た時はすごいロケ長かったの。でも食べざるを得なくて。何時間だっけ？でも本当10時間近くいて、そうだよね。そう、もう食べずにはいられないからと思って1個食べ始めたら止まんなくて、お弁当気づいたら5つ全部食べてた。いや阿部君引いてた。阿部君が引いてた。まあそれは引くよな。そこは引くね。まあでもそれで力発揮できたらいいんじゃない？5位は一応やっぱ気になりますけど、初単独表紙。もうアイラムックさんというこの大学受験とかの話の雑誌で、もう歴代でこう阿部君とかノエル君とかがもう表紙やってるところに僕も今回めちゃくちゃこうやらせていただいて。あれジェシー君ねでしょ？ジェシー君とね買い物行けたの？そうこれは尊敬するジェシー君と。そうこれもうねめちゃくちゃ嬉しかったのよ。行ったの？たまたまそのプライベートお互いプライベートで都内で会って。そしたらジェシー買い物してて、ちょっとついてっていいですかって言ったらついてっていいって言ってくれたから行ったので、結構まあいいお店、いいブランドのお店に僕はもう初めて行って、でそしたらなんか会計の時になんかここにあるキーホルダーなんか好きなのいいよ選んでいいよって言ってくれて、マジかと思って、でも何のキーホルダーもかもよくわかんないし、これなんかすごい形してたの。これ何の形ですかとか言ったら、いやこれここのブランドのロゴだよって言われて、すごい話を書かせてしまって、すいません僕ちょっと勉強不足でっつって買ってくれて、なんかあれしょドレスコードのお店にジャージで行っちゃったみたいな気分だったでしょ。そう本当に気まずかった。ありよねでも。菅田琳寧の2021年重大ニュースこちらです。10位経過報告やね。75を上げてんの今。最大が75キロ。75キロ？うん。カツキ持ち上げれるってことでしょ？だからないけど。平均。75みたいな。なってない大丈夫？75みたいな。平均持ち上げれるって言っただけだから。そう。そこそこのガタイの成人男性いけるってことですね。そういうことよ。ちょっと俺2位のアイネコと書店ってアイネコと書店っていうのは初めてこうセブンメンじゃなくて菅田琳寧と自分家の猫で猫っていう雑誌の表紙を飾らせてもらって、だからもう本屋さんに琳寧と琳寧のアイネコが。あれ琳寧の猫のあれ？そう琳寧の自前の猫。自前持ち物みたいな。そうだからうちで飼ってるアイネコ。いろんなねもう愛猫愛病家の人が見る雑誌にもう自分家の猫ちゃんと。いやまさかです。結構夢なんですよね。マジで夢なの。これは嬉しいね。他気になるものありますか？フィンランドスポーツで日本代表と2021年の冒頭の YouTube でもこう言ったんだけど、モルックをやりたいと。でモルックはフィンランドのスポーツで、で番組でリンネと太鼓とバナさんでさらば青春の光森田さんたちとキングオブモルックの方と対戦させていただいて、本当にね、そうで2021年にモルックやりたいっていう
夢が叶った。で YouTube が先かなと思ったらまさか日本代表と戦うのが先だったっていう。すげえ。ある意味そんなつもりもなく YouTube でモルックやりたいですって言ったら年末にテレビでできた。YouTube の一発目で行ったんでしたっけ？一発目で行った。新年のご挨拶で抱負みたいな感じでね、モルックやりたいって言ったら、しかもそれを見てオファーしてオファーをしてくれた。そうなんですか？マジで？すごい。行ってみるもんだね。マジ。行ってみるもんだ。行った方がいいの。行ったもん勝ち。行ったもん勝ち。ハワイ行きたいねじゃあ。月9やりてー。月9やりたいね。いやまあでもいいね、夢が叶ってるね、こうやって見れていっぱい。素晴らしい1年です。ということで2022年も僕たちセブンメン侍はどうか皆さんよろしくお願いします。ということで以上セブンメン侍でした。良いお年を。良いお年を。さ、マジで俺遅刻しそうになった時に結構焦っちゃうタイプで、本当に。で俺いつもショルダーバッグかけてるのよ。そうショルダーバッグかけてるんだけど、なんかわかんないけどこの日ポップコーンバケットここにかけてる。